協力ありがとうございます。いえいえ。出身どちらですか？でも出身は大阪でもうずっと住んでるんで、関西弁です。出身は西宮で。僕も一緒に西宮。今日なんですけど、視聴者、日本語学習者で彼らにとって方言難しいらしいんですね。なので今日は視聴者の方たちが方言理解できるかどうかさせてください。皆さん方言話すっていうことでいい機会だと思うので、3ヶ月間ぐらい東京で関西弁話してる人探してたんですけど、やっと探せたんでありがとうございます。私いつも標準語話してるんですけど、私も実は関西弁話すので、今日は関西弁話したいと思います。じゃあ最初の質問なんですけど、今は東京には旅行で来てるっていう旅行でことですよね。きてる。東京の印象教えてもらっていいです印か？象は、大阪の人と比べたら冷たいし、ごちゃごちゃしてるイメージが。ビルも雑多やし、味がないし、中にいる人もロボットみたい。今2人は東京に住んでるっていうことですよね。そうです。どうです？東京慣れました？まあまあ、結構慣れた。東京来る前と来た後が印象変わったりした？この間風に東京思っとったけど、実際はこうやったみたいな。想定内。1年住んではると思うねんけど、こういったの嫌やなとか、そういうのあったりします？逆に関西帰って思うんですけど、関西人喋りすぎというか、電車とか乗ってても、関東の電車って静かなんですよ。それに慣れちゃうと、関西帰ると、関西の人その電車で喋りすぎみたいなのは思う時ありますね。電車静かじゃないですか、東京って。人多いから、うるさいとかはうるさいけど、大阪のメトロとか乗ったらあんまりうるさいっていう印象ないけど、仕事で行く人はそうやけど、観光地っぽいとこ行くと、東京は人多かったらうるさいけど、でも、観光地行くとこでもそんなにみたいな。まあ、おそらく多分答え分かってると思うねんけど、関東と関西どっちが好きと？関西。関西。関西ですかね。じゃあ、東京と大阪でもいいですし、関東と関西の違い何か教えてもらってもいいですか？大阪と東京って二大都市じゃないですか。はい。視聴者の方たちって大阪と東京どっち住もうかなって思っとる人が結構要件おると思うから、二人は東京にも住んでるってことなんで、東京住んだらこんな感じよとか、関西住んだらこんな感じやでとか。東京住んで一番最初に感じたのは、満員電車がエグすぎて、普通に関西にも満員電車ってあったけど、ここまでのはないなみたいな。もう乗れへんのにまだ人入ってくるみたいな。あれは洗礼浴びた感じ。人はやっぱ多いですかね、東京の方が。住みやすさはどうでしょうね。どっちも良さあるみたいな。物価高いやん。ああ、それはありますね。あとさ、エスカレーターの立つとこ違う。あ慣れてなかったら生活不便かもしれないですね。エスカレーターって関東は左側が止まって、関西は右側が止まるのかな？さっきも言いましたけど、物価は全然ちゃうなっていうのと、あとは地下鉄とか電車の複雑さがまるで違う。関西はもうボンボンぐるんで終わりやけど、東京はちょっとこっちが行ったり来たりで、ここは地下2階で、ここは地下1階でみたいなのがすっげえ複雑で、乗り換えもめんどくさいし、看板多すぎてわけわからんし、人も多いから迷うしみたいな。だから雑多な感じがやっぱある。私の個人的な意見ですけど、食べ物は関西の方が美味しいかなと思ってて、安いし、美味しいっていうイメージがあって、東京の食べ物って高いし、高くてうまいとこあるけど、安くてうまいとこない。関西にはそれがある。関西汚い店もうまいですから、いや、関西はお好み焼きとか、あとは昔から同じお店が続いてきたみたいのがあるから、汚くなっても味は廃れへんみたいなのがあるけど、東京とかは汚い店は淘汰されてなくなっていくから、美味しい店っていうのが高くて新しいシェフとか雇ってるとこしかない。私、兵庫出身なんで、たこ焼きよりも、明石焼きっすか。あれでもね、明石でしか食べられへんから、ほんまに。はいはい。だしで食うとこなんか見たことないっすよね。だしで食べるのがうまいねんな、あれ。いや、でも、たこ焼きも大阪のたこ焼きしかたこ焼きじゃないから。あんまり東京でたこ焼き食べへんから分からへんな。なんか東京はあんま売ってないかも。じゃあ次の質問なんですけど、関西が関東より優れてるとこあります？私が一番思うのはやっぱり人。例えば、駅員さんとかに質問しても、質問以外のこととかも最近どないなんとか、そういったこととかも答えてくれるかなっていう印象はあるんですけど。コミュ力ありますよね。知らん人と話しても、初対面でも楽しさがあるのは関西の。最初私もこっち住み始めた時に、初対面の人に、
話すと少し距離近すぎひんとか、そういったことは言われたような気するけど、今は私も初対面の人と話すときは手探り入れながら話すようにしとうかな。思うのは、東京の方が時間の流れが早い感じがして、それがすごい焦らせてる感じがあって、焦っちゃう。行き急いじゃう感じがあるんで、東京だと。関西の方が時間がゆっくり長いって、自分のペースで生きれるみたいな感じはありますかね。東京の人みんなせわしいというか、うんゆっくり生活したいっていう方は関西の方がいいかなって私も思います。ゆっくり生活してるから自由みたいなので、同じ理由だと思うんですけど、関西の方が変なのが多いから、なんていうか、道歩いてるだけでおもろい。あ、なんか変なのおるみたいな。通天閣の方とか行ったら、見たことない髪色のおばちゃんとかおるし、紫とか変なのいっぱいおって、賑やかなのが、個性が消えてないのが、関西のいいとこやと思います。みんな東京に来たらおとなしくなるというか、確一化された、みんな同じ服装で。申し訳ないんですけど、お兄さん二人も若干ちょっと東京に染まってるかなって。毒されてる。東京もんやな。いやいや、いいでしょ、別に。お兄さんに比べたら話し方も関西弁二人出てこうへん。そうっすかね。彼がコテコテすぎる。じゃあ次の質問なんですけど、関東の人だったり、日本語学習者が知らへんような関西弁の言葉あったりします？例えば、神戸の人が言うねんけど、荒ゴミって言って知ってます？いや、知らんすけど。燃えないゴミとか、粗大ゴミのことを荒ゴミって言うねんな。一回、実際に言って通じなかったのは、片付けるって意味で、はい直すって言ったら、直すってどういうこと？物を直すってどういうことみたいな。机の上直せみたいなのよく言いますよね。私はもちろんわかります。直すが通じなかったっす。直すっていうのは片付けるっていうことです。なぜか関西の人は机の上直しておいてって言ったら机の上片付けておいてっていう意味はあります。私もそれ言ったことあるんですけど、通じんかった。なんかあります二人。ほかすで捨てるとか。あんま使わんっちゃ使わんかも。言われたらわかるじゃないですか。それほかしといて、みたいな。ほっといてとかも、例えば。それほっといて、みたいな。捨てとけ、みたいな意味なんですよ。私も今でもよう使うな、それは。捨てといてってあんま言わへんな。ほかしといてっていうのは捨てるっていうことです。パッと出てけえへんけど、あそこのことは、あっこって言ったら、何あっこみたいなのは言われたことあるかな。通じるやろうとは思うけど、一瞬ってなる。指さして、あっこって言ったら、あそこねってなるけど、最初はめっちゃ違和感持たれたことがあった。じゃあほんま最後の質問やけど、東京の印象一言二言で言うてもらっていいですか？高いもそうやし、冷たいもそうやし、人と喋るときもむっちゃ他人行儀やし、めっちゃ作り笑顔やな、気持ち悪いな、みたいな。いや、言い過ぎな気もします。京都出身の人はもっとそんな感じ？あんま俺京都の人と付き合ったことないから分からへんな。京都の人も言うても、今、皮肉言うやつもおらんし、癖強いけど別に思ったことパッて言うから、そんなに臭いな思ったことはない。じゃあ、お二人はちなみに、これからは東京に住みたい、それとも関西に戻りたい？いやー、関西好きっすけどね。でも、東京も割と柏悪い街じゃない気もしてるんで、東京もんや。その時に決めますかね。まだまだ先なんで。関西戻りたいっすけど、東京の方が仕事とかちゃうじゃないですか。って考えたら、東京になっちゃう可能性は高いかなって。まあでも、個人的にはやっぱ関西住みたいな、またって思いますね。わかりました。じゃあ以上になりますかね。皆さん、私たちの関西弁聞き取れましたか？聞き取れたっていう方は、コメント欄にコメント書いておいてください。皆さん、大きにって言います？はい言わへんかな？あ、言われたらわかるかな。はい。はいはいはい。じゃあ、大きにですね。